関節とね、骨盤の関係が、むくみのね、改善につながってるんだなっていうことにね、気がついたんですね。はい、こんにちは、はこです。今日は皆さんがね、よく気になっているむくみについてお話ししたいと思います。ね、むくみっていうと、多分ね、皆さんが一生懸命やられてるのは、マッサージをしてね、流そうとしたり、あとはね、着圧のソックスをね、履いて、キュッとした足になろうと努力されている方が多いと思います。今日はそのね、むくみがどうしてね、起きるのかっていうお話と、実際にむくみをね、改善して流していこうっていうお話をしたいと思います。私もね、実はすごいむくみに悩んでいた人だったんですね。で、どれぐらいひどかったかっていうと、まずここがプクプクしますよね。皆さんすると思うけど、ここね。で、太もももパンパンでしたけど、全体的に足がむくんでたし、で、あと、太さもそうですけど、重くってだるくなっちゃうんですよね。なので、長時間ね、教えてずっと立ってたりすると、もう本当にパンパンになってだるいし疲れるので、すぐ椅子にね、座りたくなったりとか、遊園地とかね、並んでる時に、長時間立ってるのとかがすごい辛くって、あとブーツもね、ファスナー上がらないよみたいなこともね、よくありました。だけれども、ある日ね、むくみがいきなり、あれないぞって思った日があったんですね。で、それは自分でむくみを改善しようと思ってやったことではなかったので、気がつかなかったんですけど、何をしていたかというと、股関節と骨盤のね、関係が重要だと気がついてから、体をね、緩めて整えるってことをずっと続けて継続していたんですよね。気がついたらある日、そういえば最近むくんでないし、レッスンでずっと立ちっぱなしでもね、疲れないしっていうことに気がついて、やっぱり股関節とね、骨盤の関係が、むくみのね、改善につながってるんだなっていうことにね、気がついたんですね。で、今日は、じゃあどうしてそのね、骨盤と股関節のところがむくみと関係があるのかについてお話しするのと同時に、実際にね、動いて血液のね、流れを良くしていきたいと思います。では、むくみについて、まずね、お話ししたいと思います。これね、骨盤模型です。これ骨盤で、これが太ももの骨ですね。この骨盤の穴に太ももの骨がね、はまってるところ、ここを股関節と言います。で、この股関節のね、周りには、大きなね、血液、リンパのね、流れがあります。で、ここが動かなくて固まっていたら、それは流れも滞りますよね。想像しやすいですよね。で、これは体の真ん中にあるわけです。ということは、股関節周りが固まっていて、血液とリンパの流れが滞っていたら、いくらマッサージを一生懸命やっても、ここで止まってしまうっていうのがなんとなくね、イメージできますよね。そうすると、やっぱりむくみやすくなってしまうんですね。はい。で、私も股関節がね、うまく動いていなかったので、むくんでいたんですね。で、それが股関節がきちんと動くようになったことで、自然とむくみがね、改善していたんですね。なので、むくみを何とかしようと思ってやったわけではないんですけれども、結果的に巡りのいい体になっていたということです。では、実際にね、この股関節が固まっているのをどうやって動かしていくかについてやっていきたいと思います。では実際に体を動かしていきましょう。今日はお尻歩きで股関節を緩めていきたいと思います。
お尻歩きはね、今まで YouTube の動画でも紹介してきました。なんですけども、今までね、やり方を紹介してきたことが多かったんですけれども、実はそのお尻歩きがむくみをね、改善して血液のね、流れを良くするっていうことに役立っているっていうのが、今まで皆さんにお話ししてこれなかった点なので、今日はそのむくみについて考えながらお尻歩きをしていきたいと思います。で、最初にですね、こうやってあぐらで座ってほしいんですけれども、あぐらで座りにくい方ってね、意外と多いと思うんです。特にね、男性の方とか、あとね、足首が硬くてもこうなっちゃうので、座りにくいと思うんですね。で、これだと左右にね、揺れるとちょっと怖いなとかね、そもそもあぐらで座れませんという方は、椅子でやっていただきたいんですけど、これ、私の本です。で、椅子でやる方法については、こちらにね、まずお尻歩きが載ってるんですけど、この後ろのページに椅子でやる方法がね、載っているので、ぜひね、こちらを参考にしてください。で、どうしてね、椅子でやるとやりやすいかっていうと、足が下にね、下ろせるので、その分、後ろにね、行きにくくってやりやすいので、あぐらで座りにくい方は椅子でやってください。はい。では、いきますね。あぐらで座ったら、あんまりね、組みすぎるとちょっとやりにくいので、だいたいね、かかととかかとが一直線ぐらいで大丈夫です。はい。そしたら、片方のお尻を床から浮かせてください。で、これあんまね、上げすぎなくていいので、浮けばいいです。そしたら反対。そう。で、このまま左右に揺れながら、お尻で歩いていきます。そう。この時に、実はお尻がね、一個ずつ動いてるっていうね、感覚をこれで得ていきます。そう。普段ね、股関節固まってる方は、ここがなんか一つの物体みたいになってて、一緒にね、動いているので、ここで一個ずつ動かしていきます。はい。そしたら今度骨盤を後ろとね、前に倒すので、わかりやすくね、横を向きますね。はい。ここから頭を前にして骨盤ね、後ろに倒していきます。倒れそうな人はね、足首を持ってくださいね。この時に、こういう風にね、後ろに骨盤が倒れてます。はい。そしたら今度ね、骨盤を前に倒します。ここからこうですね。こういう感じ。で、この時に気をつけないといけないのは、こうなっちゃう方が結構いて、これだと骨盤の角度は後ろで、背中が丸まって前に頭が来ているだけなので、骨盤から前に。ちょっと反るような感じですね。行くようにします。はい。そしたら、足を組み替えて、そう。で、ここでまたお尻歩きをしていきます。そうそうそう。で、ほんとちょっと浮けばいいので、あんまりね、上げすぎないように、力をね、この股関節に入れないように歩いていきます。はい。そしたらまた、今度こっち向きで、後ろに骨盤を倒す。はい。起きて、骨盤を前に倒します。はい。OK です。この時点で、すごいね、むくんでる方は、もうすでにちょっと、ぷくぷく感が違うとかね、何か気がついた方がいるかもしれません。あとは歩いてみると足がね、軽くなっていたり、あとそうですね、全身のね、血液の巡りが良くなるので、ポカポカしてくるっていう方もいらっしゃいます。で、これ、さっきね、横向きでちょっと見せましたけど、ほら、こういって、こういくっていうことはね、これ股関節動いてますよね、これね。骨盤、股関節の周りがね、きちんと動くことで、血液のね、流れが良くなります。このね、お尻歩きと、どうしてむくむかっていうね、
理屈をね、皆さん今分かったと思うんです。お尻歩きの方法も分かりました。だけども、これ続けないとね、やっぱりね、効果がね、なかなか出てこないと思うので、ぜひね、継続してほしいんですよね。で、継続する時のね、コツは何かとセットにするとね、続けやすいです。私ね、子供の頃、ストレッチを毎日やってたんですけど、お風呂に入ったらストレッチをする。なので、お風呂とストレッチはセットでお風呂だったので、お風呂入らない日ないので、毎日ね、ストレッチをしていました。このね、お尻歩きは、ぜひお出かけ前、それと寝る前にやっていただきたいので、歯磨きとね、セットにするといいと思います。朝ね、歯磨きしてから出かけるし、寝る前もね、必ず歯磨きしてから寝ると思うので、セットにすることで毎日のね、習慣にしやすいと思います。ぜひね、毎日続けていただいて、こういう変化があったよっていうのを、ぜひね、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。はい。ぜひ毎日お尻歩きしてみてくださいね。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。